消しゴムフィギュアの塗装ノウハウ Vlog です。今回はキン肉マン金消しプレミアムの大井争奪編の登場キャラクター、塗装前の下処理16体をレビューします。まずは今回対象の超人を一通り見ていきます。金消しプレミアムボリューム5からキングザ100トンです。今回は金消しプレミアムの大井争奪編の超人16体です。次はボリューム6のバイクマン。ボリューム7に移ってゴーレムマンです。ビッグボディチームの中堅の超人、マンモスマンと戦いました。同じボリューム7のウールマンです。残虐の神が憑依した新ソルジャーチームの超人。そしてミキサー大帝です。火事場のクソ力を封印し、筋肉マンを倒した超人です。こちらはペンチマンです。筋肉マンビッグボディチームの先鋒。体力を温存していたとはいえ、あのマンモスマンに善戦していました。ボリューム8に移ってザ・ホークマンです。マリポーサチームの先鋒の超人で筋肉マンと戦いました。そしてザ・ゴッドシャーク。こちらも新ソルジャーチームの超人です。ちょっぴりマニアックなキャラクター。こちらはソルジャーマンです。残虐の神が憑依した本来のソルジャー元の超人の姿。さらにザ・ゴッドシャーク2体目。アニメカラー、原作カラーとあるので色味を変えてペイントをする予定です。ボリューム8は豊富なラインナップ。次はマリポーサチームの時報、ミスター VTR です。筋肉マンと戦いました。ゼブラチームの先鋒として登場したザ・万力です。ミート君相手に優勢でしたが、加勢したウォーズマンに敗れました。ボリューム9に入って運命の王子が集結。まずは筋肉マンマリポーサです。続いて姫路城で筋肉マンチームを待ち受けたゼブラです。パワフルマンに技巧の神が憑依した超人。こちらは筋肉マンソルジャーです。すでに筋肉当たるが正体となっていた頃の姿でしょうか。最後は会津若松城で戦った合力の神がストロングマンに憑依した筋肉マンビッグボディ。下処理前には必ず自立のチェックをします。今回は2010年代以降の比較的新しい造形の金消しで曲がり癖などはほとんどついていなかったので、一応全体自立はできました。ただミスター VTR と筋肉マンゼブラが少し不安定だったり傾いたりしていたので、この後の煮沸工程で矯正をすることにしました。ここからは16体を一気にお湯で加熱処理をします。使っているのは IH コンロと小型の鍋、水です。この時はもちろんいわゆる消しゴムフィギュア状態、軟質で柔らかい状態です。ふつふつと湧き上がってくる80度から100度くらいの状態まで沸かし、次々に対象の金消しを投入していきます。熱を加えることで素体は柔らかくふにゃふにゃになります。このタイミングで曲がり癖がひどい消しゴムフィギュアは自立できるように成形が可能で、再び冷めてくるとその成形された状態で柔らかさは落ち着いてきます。今回はさらにこの後過素材を抜いて硬質化させるので、この煮沸工程でこれから塗装するフィギュアの形が決まってくるということです。表面についた余計な油分やホコリを取るためにも 2,3 分はしっかりと煮沸をします。王子物など昔の金消しで曲がり癖が大きいものは十分に加熱をします。ミスター VTR と筋肉マンゼブラについてはこのタイミングでまっすぐに自立できるように矯正をしました。ある程度力を加えてしっかりとこのタイミングで成形をします。続いて非常に重要な工程です。ベンジンを使って過素材を抜く工程。ここからは8体ずつに分けて作業をしました。使用したのはベンジンとそれを入れるペット製の容器です。ある程度傘が取れる方が良いので、あまり幅広で浅い容器だとベンジンの使用量が増えてしまうので要注意です。容器に金消しを投入していきます。
ベンジンは薬剤で揮発性、刺激臭があるので、マスク、メガネ、手袋は必須で作業をしていきます。ピンセットを使ってうまく詰め込み、ひたひたに浸かるぐらいまでベンジンを注ぎ入れます。空気に触れないようにラップとゴムを使って密封します。ペットの容器の付属の蓋で閉めていたことがありましたが、小さな隙間から空気が入ってベンジンが揮発してしまうことがあったので、最近はこのラップで密封するようにしています。この状態で一晩から2日部屋の中で寝かせます。2日後、ベンジン漬けの金消しを取り出します。ラップの封を解き、わかりやすいようにタッパーに取り出します。音に注目ください。可塑剤が抜けて放出化したので、消しゴムフィギュアでは出ない硬い音がします。可塑剤が中に入っていると、水性アクリル塗料でペイントをした際、表面の塗装に反応して可塑剤が外に出てきて、ベタつき、テカリが生じたりする問題が発生します。放出化してしまえば、その心配は解消。うまく塗料が素体に定着してくれるというわけです。ベンジン漬けが終わった金消しは、乾燥させミスタースーパークリア艶消しを塗布して塗装の下地を作っておきます。残りの8体を今度はベンジンに漬け込みます。ここで2体あったザ・ゴッドシャーク。左が可塑剤を抜く前、右が先に可塑剤を抜いて硬質化した状態です。若干ながら可塑剤が抜けて右の方が小さくなっています。およそ 90% から 95% に縮んでしまうので、サイズ感は少し小さくなると思っておきます。今回は先に使ったベンジンをそのまま2回目の利用です。同じように次の8体の金消しを投入していきます。同じベンジンでだいたい2回は同じ量の金消しの可塑剤抜きに使っています。それ以上使おうとしても液の中に反応して抜けたベンジンも対流してくるため、最初ほどの反応ができなくなってくるので、ひたひたにつけたベンジンの量だと2回程度が限度だと思っています。同じ要領で密封して一晩から2日寝かせ、硬質化した金消しを取り出していきます。液体がこぼれ出ないように慎重に作業をしていきます。同じように可塑剤が抜けて硬くなっています。この一連の流れは今回のような最近の新規造形の金消しに限らず、当時物のレギュラーサイズや2008年の復刻版金消し、あとは丸腰製のデカ消しなどでも容量は同じで、可塑剤が抜け硬質化することで塗料の定着が圧倒的に向上します。また乾燥させてミスタースーパークリア艶消しを塗布して下地を作りました。ということで、下処理後の16体です。一見外見は変わっていませんが、サイズは一回り小さくなり、硬い素体のフィギュアになりました。弾力がなくなり、金消し同士でもカチカチ硬い音がします。今回はプレミアムバンダイの予約発送の商品だった金消しプレミアム。これから塗装する16体の金消しを使って、準備段階での下処理の様子を撮影してみました。塗装作業の合間を縫ったベンジン漬け2工程が都合4日間。この下処理で1体の金消し塗装を1日ずつやっているということなので、16日分の塗装の準備ができたということになります。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。次回の Vlog もお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。